どうもこんにちは。iPad ブロガーの翔太です。今回は iPhone 15 Pro Max の9ヶ月使用レビューになります。1ヶ月レビューの時と比べてバッテリーの性能評価は変わった？カメラの使用感はどうだった？みたいなところを中心に紹介するので、購入に迷ってるよって方の参考になれば嬉しいです。後半では一味違った厳選おすすめアクセサリーと、多分僕だけしかやってないであろう iPhone の活用術を紹介するので、よければぜひ最後まで見ていってください。あと iPad などの Apple 製品やデスク周りに少しでも興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回の動画はトーラスさんにスポンサーいただきました。本当にありがとうございます。ということで、まずは全体の感想としてどうかってところをお話ししていくのですが、正直に言います。100点満点中97点でかなり満足です。1ヶ月レビューの時に感じた感想がこちらなのですが、この時と同じ感想は今でも持ってます。購入してからの9ヶ月という期間で大幅に評価を上げたポイントもありました。それらを含め9ヶ月使用して感じたメリットデメリットなんかを紹介していきます。まずは外観や傷などの見た目と触った感覚の部分をお話しします。9ヶ月使った今でも持ちやすくなったな、軽くなったなってのをやっぱ強く感じますね。iPhone 14シリーズまでの角が立ったデザインから角が落とされたまるっとしたデザインに変わり、持った時のフィット感が向上しています。今まで使ってた13 Pro Max よりも 20g ほど軽くなっているので、手首への負担も軽減されました。Pro Max サイズなのでそもそも重いのは当たり前ですが、それでも定期的にやっぱ軽くなったなぁと感じるので、そのあたりは幸福ポイント高めです。側面がチタニウム素材に変わったことで指紋も目立たなくなりました。購入当初は拭き取らずに置いておくと指紋が定着して後になりそうだなと思ってましたが、9ヶ月くらい使った感じ、その心配はなさそうです。ただ背面のすりガラスは別で丁寧に使っていたつもりなんですが、身に覚えのない傷というか跡が残ってしまいました。結構入念に拭き取ったりしてもダメだったので、これはがっつり傷がついたと思います。出かけるときは必ずケースにつけてたので、それ以外の場所でついた傷っぽいです。いやマジでめちゃくちゃショック。iPhone 13 Pro Max を使ってた時よりも背面に目立つ傷がつきやすくて、ついた時に目立ちやすい印象があります。お次はチップ性能やバッテリーの恩恵などのスペック面についてです。こちらはもう大満足ですね。特にゲーム性能がズバ抜けて高くて、原神や崩壊スターレイル、あとは最近配信された名調もサックサクで遊べます。ブラウジングも快適だし、アプリの起動もスムーズです。バッテリー持ちも良好で、僕みたいなスマホ依存症が一日中触ってると充電が必要な時がたまにあるくらいで、普通に使ってたら全然持つなという印象です。動画撮影の日とか1日に4時間以上ゲームする日はさすがに1回は充電挟みたいくらいの感じですが、そういう時用に近くに充電器を置いといたり、モバイルバッテリーを1つ持っておけば十分ですし、使用頻度を減らしたり省電力モードを使ったりすれば全然1日持ちました。ただハイスペックな分発熱もあって、先ほど挙げたゲームを遊んでると割と早い段階で背面が熱くなります。なのでゲームをするときはマグセーフクーラーと合わせて使うことが多いです。発熱が続くとバッテリーが劣化するので、なるべく熱い状態で放置し続けないように対処していました。で、バッテリー持ちに関してもう一つ、本体の機能として発熱によるバッテリーの劣化を抑えるために、本体が熱い状態で充電していると 80% くらいで充電が止まります。そのおかげか9ヶ月経った今でもバッテリー容量は 100% を維持しています。こんだけヘビーに使ってもほとんど劣化することなく 100% 残っているので、 iPhone 15 Pro Max のバッテリーセーブ機能は相当優秀ですね。 iPhone といえばカメラ性能、僕はこれが気になって乗り換えましたが、想像通り、いや想像以上に良かったです。特に2倍ズームの性能が格段に良くなってて、高級カメラに匹敵するクオリティの写真が撮れます。何枚か作例を載せておきますね。動画性能もアップしていて、最近の僕の動画はほぼ全て iPhone 15 Pro Max で撮影したものを使ってます。5倍ズームもくっきりはっきり撮れていい感じです。もうこれが本当に全てが最高と言いたいところなんですが、まだまだ暗所に弱くて、特にズームすると焦点の合ってるもの以外の部分がぼやぼやとしてしまって、綺麗でパキッとした写真とか映像が撮りたい僕としてはそこが使いづらいなと思います。光をたっぷり撮れれば割と快適なのですが、いつでもどこでも明かりをこうこうと照らせるわけではないので、ここら辺は次期 iPhone のアップデートが待たれるところですかね。あと動画の保存先にもちょっと不満がありまして、
せっかく USB-C に対応したのに SSD を直差ししてもプロレス形式の動画しか直接撮影ファイルを SSD に保存することができません。動画専用のアプリを使えばそういうのもできるって聞きましたが、いやそこ純正アプリでできないんかいってところが不満ですね。それ以外はめちゃくちゃ良かったです。で、アクションボタンなんですけど、ぶっちゃけ全く使いこなせてません。いろんな活用動画とか見てて便利そうだなと思ってましたが、こういう操作したいとか、これが割り当てられたら楽かもみたいなのが特になかったので使いませんでした。もし動画を見てくださっている方の中にこれめっちゃ便利だったよみたいなのがあればコメントいただけると嬉しいです。はい、iPhone の9ヶ月レビューはだいたいこんな感じです。ここからは後半戦、激推しのアクセサリーと活用術を紹介するのですが、その前に今回スポンサーいただいたトーラスさんの新商品、めちゃくちゃ使いやすい iPhone ケースを紹介させてください。トーラスといえば超絶貼りやすいスマホ用ガラスフィルムやスマホリング付きの iPhone ケースがお箱のアクセサリーメーカーです。今回紹介するのが既存モデルのトーラス U Pro O スタンド R と新作のトーラス U Pro スタンドスピンの2種類。共通するポイントがあるのでサクッと紹介すると、どちらのケースもマグセーフ対応、スタンドになるリング付き、カメラ部分はレンズより盛り上がっててレンズフィルムも必要ないし、平置きした時のガタつきも軽減されています。側面は米軍ミリ規格という一定の落下テストをくぐり抜けた精鋭素材を採用。ポート部分も広めに設計されていて、L 字ケーブルや端子の周囲が太いケーブルでも問題なくさせました。だいたい 0.7 センチ ×1.3 センチぐらいでした。既存モデルのトーラス U Pro スタンド R は背面中央のリングがスタンドになるケース。リングが回転するので縦置き、横置きと使いたい角度でスタンドを切り替えることができて、スマホスタンドとしての利便性が至高です。スペックをサクサクっと紹介すると、重さは約 54g、ガラスフィルム付きの iPhone 15 Pro Max と合わせると 288g ほど。ボタンのカスタマイズが可能で、付属のグリーンとオレンジのボタンで付け替えができます。ボタンも押しやすいです。リングを支えている点がリングの円形の範囲だけ動かせるので、スタンドとしての適性が高めです。そして今回の目玉、こちらが新たに発売されたトーラス U Pro O スタンドスピンというケース。中央のリングが下部に固定されていて、リングを出した際に90度の角度ごとにカチカチという気持ちのいい音とともに角度が固定されます。そのおかげでスタンドとしての使い勝手がより向上しました。また前作のケースよりスタンドのヒンジが硬くなっていて、マグセーフアクセサリーを取り外す際にリングがアクセサリー側に引っ張られてしまう問題が減っていたり、磁力も上がっているので装着時の安定感も増してます。さらにリングの支点が下部に来たので、スマホリングとしての適性も向上。特に iPhone 15 Pro Max のような大きなデバイスにはこのタイプが使いやすいです。重さは約 52g、若干こちらの方が軽いです。ガラスフィルム付きの iPhone 15 Pro Max と合わせると約 287g になりました。はい、どちらのケースも使い勝手抜群ですが、個人的な好みは新作のケースです。特に使い方の幅が広がってマグセーフの安定感が増した点は非常に素晴らしかったです。とはいえ回転式のリングでスタンド適性の高い前作ももちろん扱いやすいのでおすすめです。どちらのケースもめちゃくちゃ使いやすいので iPhone 用のケースをお探しの方はぜひチェックしてみてください。リンクは概要欄に入れてあります。はい、お待たせいたしました。後半では頻繁に使っているアクセサリーやおすすめの活用方法を紹介します。で、一つ目がこちら。カバンの中身でも紹介したアンカーのマグゴーパワーバンクです。最近登場した Qi2 という新しいワイヤレス充電規格を搭載したモバイルバッテリーで、なんとついにモバイルバッテリーで有線のマグセーフ充電器しかできなかった 15W の充電が可能になりました。それを早々に採用したものがこちらで、1万 mAh のバッテリー容量とバッテリーの電池残量が見える LED インジケーターを搭載。さらに収納式のスタンドもついていて、充電しながら動画を見たりもできます。最近出先で台本を書くことが増えたので、そこでよく持ち歩いています。
テザリングを使ったりアニメとか動画を見たり、休憩中にゲームを遊んだりしてると意外と電池が減ってたりするので、その対策です。値段が高いのと結構重いのがデメリットですが、使い方さえハマれば重かろうが持ち歩かずにはいられないくらい便利なアクセサリーです。2つ目がゲームを遊んでる時の発熱対策として使っているマグセーフクーラーです。発熱した状態が続くとバッテリーの劣化につながるので、背面が熱くなった時は頻繁に使ってます。これの効果が凄まじくて、使い始めて30秒くらいで接地面がキンキンに冷えます。その効果が全体に広がるのにだいたい2分くらいかかるかなという印象で、そのくらい装着していると発熱が完全に収まります。マグセーフクーラー側の負荷もかかるので、冷えてきたら一旦オフにする、また発熱してきたらオンにするという感じで僕は使ってます。モーター音がやや大きいので、動画撮影しながらは使えないですね。音声撮りをしないのであれば使いながらの撮影も大丈夫だと思います。冷却力がマジで抜群なので、ゲームをよく遊ぶ方は持っておいて損はしないはずです。はい、最後におすすめの活用方法を紹介していきます。僕がこの iPhone で一番重宝しているのがカメラ機能です。iPhone のカメラって絶妙に使いにくいところがありまして、それが撮った写真の色味が勝手に変わってしまうところです。僕の場合なんですけど、物撮りをするときに片手で iPhone を持ちながら、もう片方の手で商品を動かして、いい感じの色味になっていいなと思って両手で iPhone を持ったときに、グイーンと色が変わっちゃう。こんな現象がよくあるんですよね。多分これ他の方も経験あると思うんですけど、これの対処法としてカメラアプリの設定で設定、カメラ、ビデオ撮影と進んで、一番下のホワイトバランスをロックをオンにします。すると動画を回した際の色味が変わる問題が解決します。じゃあ写真はどないすんねんってところですが、撮影時に被写体を長押しすると四角い枠が出た後に AEAF ロックという表示が出ます。これで色味と解像度をロックできます。一応力技で撮影をするときに一瞬だけ自分の手をフレームインさせて撮影するという方法もありますが、 AEAF ロックの方が安定するのでぜひお試しください。で、もう一つカメラについてなのですが、こんな風に映像を撮りたい人いませんかね。で、これにおすすめなのがカグスベールという大きめの家具を移動させるのに使える便利グッズを使った撮影方法です。マイクスタンドにマグセーフマウントを取り付けて iPhone をセット。マイクスタンドの足の部分にカグスベールを3つ置きます。撮影を開始したらスタンドをそのままスライドさせるだけ。これで映像のようなじわーんと動く映像が撮れます。で、これを実現させるためのカメラアクセサリーはちゃんとしたものを買おうとすると結構なお値段がするので、安価で済ませたいなって方はこれを使って撮影してみてください。床がボコボコしていたり、撮りたいものを中央に捉えてスライドさせるのが結構難しいのですが、自分次第でうまく撮れるので結構おすすめです。はい、という感じで今回は iPhone 15 Pro Max の9ヶ月レビューをお送りしました。最近の iPhone は円安の影響で高すぎますが、それだけの価値があるスマホに仕上がってるんじゃないかなと思います。引き続きこの相棒とともに YouTube 動画頑張っていきますので、これからも見に来てもらえると嬉しいです。はい、このチャンネルではこんな感じで今後も iPad やデスク周りに関する動画を投稿しつつ、たまに iPhone や Apple Watch などの情報も発信していきますので、よければぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。iPad ブロガーの翔太でした。